おはようございます。ピエンです。今回は冬の沖縄旅行最終日。沖縄本島ドライブ旅で人気の観光地、古宇利島をメインに巡ります。青い海に絶品グルメ。沖縄旅行を最後まで堪能できました。ぜひ最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルでは全国を旅する様子や行ってよかった観光スポット紹介を投稿しております。チャンネル登録や高評価で応援していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。そのワンタップが励みになるんです。よろしくお願いいたします。おはようございます。ピエンです。私は今沖縄県名護市に来ております。そして2泊3日の沖縄ドライブ旅もあっという間に最終日になってしまいました。本日は、名護付近を観光して那覇空港に戻りながら、ドライブ旅していきます。で、今泊まっているホテルが名護市街にありまして、ここから人気のね観光地古宇利島が近いので、朝一で早速古宇利島観光スタートして、でお昼過ぎぐらいにこのエリア出て、那覇空港方面戻るって感じですかね。で、古宇利島は9時前とかに行けば結構空いてるんですよ。古宇利ビーチ、名護市街からだと 16.6 キロで所要時間は約40分だそうです。おお、なんか派手派手、こんなだったんだ。あ、これ市場じゃない？名護結構いいね。なんか名護市住みやすそうだね。程よく栄えてて、めちゃくちゃ渋滞するわけでもなく、なかなか良さそうですね。そして今日は、快晴ではないんですけど、一応晴れといえば晴れなので、いい感じで古宇利島の景色を見ることができるんじゃないでしょうか。なんだろうこれ。あ、布団ね。なんか定食屋かと思ったわ。布団を洗ってみませんか。沖縄だとなんかさ、色使いがさ、飲食店も独特な青とか使うところあるからさ、パッと見何の店か分かんねえんだよな。こういうね、やんばるがね、なんとか料理とか書いてあれば、飲食店だなってパッと見分かるんですけど、お、ちょっと日が昇ってきましたね。太陽が昇ってきました。いい感じだ。いや、よかった。今回2泊3日の旅行で3分の2は晴れですかね。昨日は最終的に雨は降ったんですけど、午前から昼過ぎにかけては、天気良かったんで、この2日連続で晴れるっていうのはなかなかラッキーだったんじゃないかね。もう絶対に晴れてる時期がいいとか、アクティビティとかね、海入りたいとかだったら、6月4週目から7月が穴場ですかね。ギリまだそんな混んでないというか、8月9月だと暑すぎるプラス夏休みシーズンでめっちゃ混んでるんでね、コスパって考えるとどうなんだろうね。旅行先のコスパの考え方だと、金額よりも多分時間なんですよね。時間と労力なんですよね。結局安くても待ち時間が長すぎたりとか、なんかそこに行くまでの労力がしんどすぎたら、あんまりコスパ良くはないんでね。でも昨日観光したやんばるの、北東部ら辺の店か、そもそも那覇空港からって考えたら移動距離ありすぎるんでコスパあれですけど、どうせ観光するついでに食べるって考えたらめっちゃコスパ良かったですね。ジューシーとそばだけで300円くらいって考えたら、しかもうまいからね。うまくて安くて。ただ今日は、穴場スポットというよりかは、人気スポットとか定番なエリア行くので、どうでしょう。めっちゃ混んでそうだな。おー、どんどん日が昇ってきましたね。素晴らしい。そしてこれですね、古宇利島八ヶ地島方面、これを左に行きますと。八ヶ地ビーチもちょっと気になるね。こっち側から古宇利島行くの初めてなんで、なんかすごい新鮮な光景。去年の6月に石垣島行ったんですけど、3泊4日もね結構良かったんでね、まだ見てない方はぜひ石垣島旅行の動画もご覧ください。八ヶ地大橋渡ります。でも眺めいいね。ここもアイランド感があるわ。八ヶ地アイランド上陸。なんか急になんかさ、離島感あふれる景色になったね。こんなとこあったんだね。しかも道も空いててね、非常に運転しやすいですね。で、古宇利島渡る前、古宇利島行く前に古宇利大橋の手前にも駐車場があってビュースポットあったと思うんですよね。すごい見えてきた。やっぱ毎年感動できるわ。1年空いたらもう全然感動できるね。で、せっかくなのでここで古宇利大橋の手前で記念撮影しておきましょう。しゃい。風が強い。いや、今年も来れてよかったわ。寒いね。ちょっと風がすごいわ。で、この今目の前に見えている大きな橋、古宇利大橋を渡って
その奥にあるのが郡島でございます。ということで早速上陸だ。2026年1月も郡大橋を渡ります。若干雲に隠れてはしまいましたが、でも青いね。すごい素晴らしい景色だ。すごいね、めっちゃ綺麗。ちなみに郡大橋は全長1960メートルあり、無料で渡れる橋の中で沖縄県内で2番目に長い橋だそうです。そして1年ぶり郡島上陸、島の駅空橋で、この辺に、ちょいちょい飲食店とかもありますが、まだ朝の9時前なんでさすがにやってません。で空橋も朝9時からかな。なんで、お店はねこの辺全部ね今は営業してないので、ビーチ散歩しますかね。なんかちょっとさデザイン変わってるわ。なんかレイアウトが変わってます。やっぱ1年空くと、ちょっと変化もあったりしてね、いいですね。ということで今年もやってきました郡島。ここは9時からだから、とりあえずビーチを散歩しましょう。ということで早速朝早くから郡ビーチを歩きやす。だから今年の方が寒いな。なんか年々さ来るタイミングが寒波とかぶっちゃってるというか、飛行機をねセールとかで買うと3ヶ月前とか4ヶ月前に飛行機買うから、3ヶ月前でね寒波がこの週に来るかどうかとか絶対分かんないからな。天気には恵まれたのでね、全然良かったっす。いいですね。人が全然いない。海に入りたいとか泳ぎたいとかが全くないんで、ちょっと寒い時期とかに来た方が空いてるからいいね。朝早く来るとこんな感じで誰もいないビーチを歩くことができます。結構レアな光景。到着しました郡ビーチ。いやこの砂浜もさ綺麗なんだよね。なんかサラッサラというかさ。で今日は満潮が10時なので、今からもっと潮が満ちてくるのか。やっぱ青いね。曇ってても青い。素晴らしい景色です。でここの階段っていうんですかね、ここに道がありまして、でこっちを渡ってった橋の向こう側にもビーチがあるんですよ。そっちもね結構綺麗。やっぱこのちょっと高いところから見た方がこのビーチの美しさが際立ちますね。こっち側にも駐車場があって、でその奥に飲食店、ハンバーガー屋さんとか何店舗かあるんですよ。なので、この辺で、のんびり散歩したり記念撮影してお腹減ったらその辺で食べるっていうのもいいと思います。あれはまさかウミガメじゃないか。なんこれ。なんこれ。もうなんか俺の中では沖縄いつも冬に来てるからさ、沖縄本島イコール寒いみたいなイメージになっちゃってるわ。寒いけど空いてる方が嬉しいっていう。9時前くらいになるとちょっとずつ車も増えてきました。ビーチを散歩していたら9時になったので、空橋でいろいろ見てみようと思います。空橋は奥にフードコートやレストランなどがあります。お土産屋さんには美味しそうなお菓子がたくさん売っていました。雪塩クランチや雪塩サンドなどもあります。そして中にあるフルーツ屋さんでドラゴンフルーツを見つけたので、数年ぶりに食べてみます。ドラゴンフルーツゲット。すごい色。なんか水分目が強い。確かに甘くもなく酸っぱくもなく。さあ相方が、150円のバナナ買いました。島バナナ。うまそうだね。でも確かにちょっと酸っぱめ。うまいのも。すごい、これフォトスポット。人魚と一緒に写真が撮れます。でこっちがフードコートになってるけど、まだ朝9時だとまだやってないですね。10時とか11時ぐらいかな。こんな感じで屋根とテーブル椅子があってのんびり食べれます。サーターアンダギーもうやってんじゃないかな。チュラテン。でもこのサイズのやつがやっぱ一番うまいよね。せっかくなのでアンダギーを購入します。プレゼントして、こちらも今日一日いっぱい稼ぎますよねっていうのでプレゼント、シーブンって言うんですよ。プレゼントのことあげるっていう。じゃあなるべく朝一にいろんなお店行ったらもらえるかもしれない。すごい、やった。ありがとうございます。
続いてサーターアンダギーのお供をこちらのオッパ乳業で購入します。牛乳や飲むヨーグルト、カフェオレなどが売っております。朝からアンダギーと牛乳いただきます。で、オッパ乳業とジェラテンさんは朝9時からやってます。うまっ。やっぱこの大きいこのサイズのアンダギー一番うまい説あるわ。なんか沖縄だとあれだよね、ちっちゃいサイズとこの大きいサイズがあるんですけど、サーターアンダギー食べるんだったらこのサイズが美味しいです。あ、黒糖うまいね。これがもう牛乳に合うんだよね。いやマジ牛乳に、相性抜群で、これがプレーン。これなんかこの周りのカリカリの部分がうまい。うまです。ちなみにフードコートは朝9時だとこんな感じで誰もいません。でこれが紅芋。あ、すごい色が全然違う。意外と黒糖が一番うまいかも。ということでアンダギーと牛乳美味しかったね。からの、飲食店とかが開くまでまだ1時間ちょいぐらいあるので、この島の北側ですね、古宇利島の北側に行って観光していきます。で、古宇利島はね、いくつか観光スポットあるんですけど、車があればね、ささっと一周できちゃうんで、半日観光とかでも結構ね満喫できるんじゃないかなと思います。なんか有料駐車場になってんのか。そう、今まではなんかペイペイとかでお金払ってくださいねって感じだったんですけど、有料駐車場の施設になったんだね。ついに設備が、確かにこうやって有料駐車場にしちゃった方がある程度民度は良くなる気がする。300円だからね言うて。確か去年来た時はなかったんですよ。あれがなくて、なんかペイペイとかで、協力金払ってください的な感じだったんですよ。っていうことで到着。確かなんか設備が増えてるね、この1年で。またあと1年ぐらいしたらどんどん増えそう。でこっから、ティーヌ浜ハートロックがあるビーチまで、今の駐車場から歩いて、3、4分くらいですかね。そんなに歩かないですよね。でこの細い道をまっすぐ進んでいくとビーチがあります。やばい、今年が一番寒いかもしれん。ハートロック来るのはこれで4回目。やばい、今年が一番寒い。で砂利道をちょっと進むと舗装された道に入りやす。おー、海が見えてきた。そろそろ到着。ハートロック到着。この辺から見るだけでもだいぶ綺麗。満潮の時間でも、この辺だったら全然歩けます。ハートロックは朝早い時間でも観光客で賑わっていました。まさかこの年になって波とはしゃぐ日が来るとは思わなかったんですけど、人生何があるか分かんないんでね、はしゃげるうちにはしゃいでおいた方がいいですよ。これ猫すごいね。今年も来れてよかったね。古宇利島に来るのはなんか年間行事みたいになっておりますが、なんだかんだでもね、来たら来たでよかったなってなるね。で毎年来てるとこのなんか設備の進化も分かるからちょっとおもろい。300円。あーマジか、落ちた。でもちょっとずつ晴れてきましたね。さっき雨だったけど、予報通り昼くらいには晴れそうではあります。ただね、あんまりゆっくりしてると今度渋滞がね、今日は帰りの飛行機があるんで難しいですよね。そして見えてきました。やっぱ古宇利島に来たらね、登りたくなっちゃうタワー第1位、第1位っていうかここしかないけど。ということで古宇利オーシャンタワー、これ朝10時から営業しております。混んでますね。ここは毎年混んでますわ。到着しました。古宇利オーシャンタワー。入場料値上げしてそうだね。意外と大人1人1000円ということでゲットしました。これでカートに乗ってタワーまで登れます。しかも自動運転カートっていうのがすごいよね。すごい。この技術をあらゆる観光地に導入した方がいい。
こんな感じで屋根がついていて、しかも自動運転、音声ガイダンス付きなので、記念撮影や景色を楽しみながらタワーまで移動できます。よかった、晴れてきて。ここで問題です。ここで問題です。大橋の橋の長さは何メートルでしょう。1番1760メートル、2番1860メートル、3番1960メートル。答えは3番の1960メートルだよ。シェルミュージアムには1500種類、約1万点以上の展示があり、あ、すごい、めっちゃ眺めいい。コレクターからはそれではどうぞ、氷大橋。素晴らしい眺めでございます。奥には先ほど渡った氷大橋と美しい海の景色が広がっております。滝がある。到着だ。ということで早速タワー登ります。シェルミュージアムからのタワー。これでもさ、デフォルトでこんな白いのかな。めっちゃ白い。めっちゃつよつよ。王様宝貝、シャコガキ、アラフラ大西、ポーカムリ、人手やウニを好んで食べる。稲妻ヤシ貝。確かにヤシみたい。症状貝だって。怖い、なんかトゲトゲしいね。種類が超いっぱいあるわ。すごい綺麗。意外と空いてる。骨貝。あ、肉食なんだね。他の貝を襲って食べる。これも貝なんだ。海楼洞穴というそうです。ハート貝。琉球青い貝。さっきは朝の9時だったから人いなかったんですけど、もうこの時間になるとね、めっちゃいるね。やばい、めっちゃいる。そしてタワーの4階からさらに階段を上っていくと、めっちゃ混んでるね。晴れてきてよかった。さらに高い位置から氷ビーチや氷大橋など美しい景色を堪能できます。めっちゃ綺麗。すごい、一瞬で混んだね。そして出口の手前にはお土産屋さんがあります。主食コーナー。すごいフォトスポット。ハートからのハート。ここもなかなか眺めが良きです。でここまで晴れてきて、昼くらいだと気温も上がってきて、ちょっとダウンだと暑いっすね。半袖にセーター羽織るくらいでいい感じですかね。氷オーシャンタワー、ありがとう Thank you。 やっぱ晴れてくるとやっぱ比例してテンション上がるね。逆に冬に来ないとテンション高すぎてうざくなっちゃうかもしれない、私の場合は。あえて寒い時期に来てテンションが上がりすぎないようにしているのであります。そしてちょっとお腹減ってきたんで、テイクアウト、2カ所くらいでテイクアウトして食べて、で空港方面向かいますかね。渋滞が分かんないですよ。こっから空港近くの海かじテラス、郡島から海かじテラスまでで92キロなんですよ。で3時間くらいかかるんで、この辺もお店がいっぱいあって悩むよね。到着、なんか相方が食べたい言ってたんで。あ、満車だって。やばー。やっぱ人気なんだね。すごい待つんじゃないこれ。やばい、めっちゃ待ってる。これか。ということで続いてガーリックシュリンプのお店にやってきました。氷シュリンプ。モバイルオーダーもできるよ。いざ入店。メニューはこんな感じでございます。初めて来たのでオリジナルガーリックシュリンプを注文しました。またお店の横にはピンクのキッチンカーがありました。眺めもいい。だいぶ晴れてきたね。そしてガーリックシュリンプを待ってる間に15分くらいかかるらしいので、近くのお店でもう1個テイクアウトします。よいしょ。でも結構何店舗かやってんじゃない？でここの氷ビーチのすぐ隣にあるんですけど、ここに4店舗くらいあるのかな。この辺に4店舗あって、このバーガーがねうまいんですよね。
ここでね、去年食べて美味しかったタルタルチキンを注文しようとしたんですけど、なんかメニューが変わっていたっぽくてですね、なかったので、今回はその隣にある初めてのお店でハンバーガーを食べてみます。フライドチキンうまそう。待つこと数分。ゲットしました。ということでバーガーが到着、出来上がりました。めっちゃうまそう。想像以上にうまそうだぞ。これがグリルチキンバーガー。うまそう。ちゃんと注文受けてから揚げてる感じですね。めっちゃいい匂いする。やばい。とガーリックシュリンプオープン。あ、めっちゃいい匂いする。こっちもふわってくるね。うまそうということでいただきます。ちょっとポテトからいこう。テイクアウトにしたんでね、おしぼりもちゃんとついております。すごい、めっちゃ分厚い。分厚さすごくない？いざ実食。うまっ。うまい。あ、これうまいね。なかなかうまです。激うま。あ、すごい。フライドチキンもちゃんとようじがついてるわ。すごいうまそう。見た目はまあ普通の唐揚げ。もうただ鶏肉が好きなだけかもしれないけどうまいな。そしてガーリックシュリンプ。もう味付けはうまいね。好み分かれるね、殻ついてると。チキンうまい。ちょっとしょっぱい系のチキンだね。やばい、マジで揚げ物祭り。いやー、ハンバーガーうまかったわ。もう一瞬で食べ終わってしまった。久々のジンジャーエールめっちゃうまい。やっぱ旅行もね、やっぱ月に3回ぐらいが一番満足度高いね。毎日旅行しちゃうと非日常が逆に日常になっちゃって感動できなくなっちゃうもんね。普段東京いる時はもうマジでスーパーでキャベツと鶏胸肉で割と質素にダイエット目的もあるんですけど、質素な食生活してて、基本観光しないと外出ないんで、旅行の時ぐらいしかこうやって外を出歩かないというかね、基本引きこもってるんで、このギャップで毎月めっちゃ感動できるね。旅してる感があるのはやっぱ昨日が一番かね。初めてのエリアっていうのはあるけど、やっぱ最北端エリアは絶対行った方がいいですね。こういうなんかザ・リゾートみたいな、ザ・観光地みたいな場所も楽しいけど、やっぱ景色に感動できるのはやんばるエリア。あとは沖縄本島しか行ったことない人は石垣島絶対行った方がいい。多分石垣島が一番コスパいいんじゃないかな。自然もあるし、アクティビティもあるし、で飯も安くてうまいし、全部のバランスがいい。全部ある。ここでもいいね。ここ駐車場無料なんで、ちょうどこの今1月の涼しい風を浴びながら、でも上から太陽の日差しがあるからあったかいんですよ。あったかいけど風涼しいみたいな、このサウナでいう外気浴状態のままここで飯食えるし、駐車場無料だし、めっちゃいい。めっちゃ今整ってる。整えランチ。このカメラに映ってるのはこの車だけなんですけど、こっちからだとカメラの後ろ今広がってるんですよ、いろいろ景色が。でちょっと歩いてったらビーチもあるからめっちゃいい。からの最後に氷ビーチを散歩して空港方面に戻ります。ほぼほぼ去年と同じプランっていうね。でもやっぱ最終日はね、やっぱリピートしたくなっちゃうんだよな、同じ場所。ゴミを捨てないでください。ヤーナレールフカナレー。家庭での行いや習慣は外に出た時にも現れるという意味。去年より空いてるね。めっちゃ青いあっち。すごっ。ちょっと高い位置から見た方がこの海の青さが際立つんじゃない？やっぱ朝と全然違うね。朝の映像とちょっと見比べたいね。朝は曇ってて暗かったんですけど、今は昼過ぎて日も昇ってきて照らされて海がとても綺麗になっております。すごい、全然違うね。めっちゃ綺麗。すごい、こっちめっちゃ青いね。こんな水色になるんだ。やっぱ古宇利島いいね。やっぱ沖縄に来た感があるわ。いやー、もう海もキラキラ輝いてるわ。これもうめっちゃもう目に焼き付けてから東京に帰ろう。まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。気づけば沖縄本島は毎年冬に来てしまってるんですけど、普通にあったかい時期に行きたいですね。そろそろ古宇利島最高。上着を脱いでる人も増えてきました。暑くてちょっと暑くなってきたね。
こんぐらい晴れてればもうジャケットいらないね。こっち側がめっちゃ綺麗。ここだけやたら水色。そして昼過ぎの島の駅空橋フードコートも賑わっております。ということでいよいよ郡島出発でございます。3泊4日とかで3泊4日で今日が3日目だったら、ずっとなんか昼過ぎぐらいまでだらだらこの辺でねのんびりしてるのもいいね。名残惜しいですが、こっから90キロ運転して空港方面戻ります。郡島センキュー。素晴らしい景色をありがとう。いやー暑いね、車の中。外はまだね1月なんで風が冷たいからいいけど、暑い暑い車の中は。めっちゃ綺麗。素晴らしい景色が広がっております。めっちゃ水色。ナビだとこっから空港あたりまで90キロの2時間20分ってなってるんですよね。昼過ぎだったら2時間20分で着くのかね。初日に、那覇空港から名護に向かってる時ね、上りっていうか下りか北上してる時は対向車線がめっちゃ混んでてとんでもない渋滞だったんですけど、この時間だったらそうでもないんかな。またジャングリアとかの影響ですよね。ジャングリアの来場者数も1月も落ち着いてるっていうか、あんま混んでないよね多分。もしかしたらそんなに渋滞もないのかもしれない。初めての沖縄旅行の人は沖縄イコール島イコール空いてるみたいなイメージを持ってる人もいるかもしれないですけど、普通に都会です。東京とか大阪とか博多とか、そういう感覚で渋滞考えた方がいいですね。うるま市、沖縄市、名護くらいまではそこそこ渋滞、渋滞というか交通量あるんで、普通に混むよっていう都会の感覚で時間見積もった方がいいと思いますね。そして郡大橋を渡りました。いやなかなか果てしないね。89キロで、今回はちょっとスケジュール的にねちょっと時間が危ないんで、もう一気に那覇空港方面戻っちゃいますけど、時間があるんだったら郡島観光して、で福木並木美ら海水族館と福木並木観光して、夕方くらいまでこの辺で観光する場所いっぱいあるんで、福木並木と美ら海水族館もおすすめです。あとはうるまとかあの辺の方が、人少なくて、あと安いですね。店も安くてうまいとこ多いと思う。八ヶ地大橋渡ります。朝も渡ったんですけど、今は晴れてるからまた全然違うわ。やっぱりこの橋の景色もなかなか独特です。ちょっと神秘的。なんか島がねちょいちょい点在してるというか。そして国道58号入りました。であと何キロかで高速道路に入るのかな。やべえ、右車線側来ちゃったから入れん。道の駅許田。ここもなんかステーキ、天ぷら、おっぱ乳業のジェラートもあるわ。いろいろある。このまままっすぐで右方向で、許田 IC。よいしょ。これは右側にいればいいのかな。これ左が、そのまま国道58号で、直進が許田 IC でございます。許田料金所入ります。通過します。よいしょ。いやもう一泊したいね。あと沖縄からね船で離島回ったりもしてみたいね、いつかってなってくると、4泊5日とかでも全然良さそう。そしてうるま市に入りました。まだ半分ぐらいですね。中城パーキングエリア。どんどん大きな建物も増えてきました。これ左レーン進んで那覇空港方面ですね。空港道方面行ってって感じか。西原料金所1000円ジャスト。すごい急に栄えてきましたね。ついに終点まで来た。いやー眠かったね。すごいな、めっちゃ都会だね。昨日いたエリアから名護市ら辺までは大自然が広がっていましたが、もう大都会です。で沖縄旅行の最後はちょっとやっぱ1回はねあの景色見たいなということで海かじテラス向かいやす。結構なんかずっと作ってんだね。高速道路がどこまでつながるんだろう。今年もやってきてしまいました。もう前走ってる車全員海かじ行くんじゃないこれ。で
でこれ左入っていってまっすぐ行くと海かじテラスがあります。うわーやばい、これクソ90キロ運転した後のこれやばい、めっちゃ酔うこれ。あ、すごい、飛行機がちょうど着陸するんじゃないのあれ。もうちょっと行くと駐車場なんですけど、あるかね駐車場。タイミングよく自分が到着するぐらいのタイミングでちょうど出てく車が2年連続だったんですよ。去年と一昨年はもう2年連続でちょうどどこ止めようかなって探してたらちょうど出てったんですよ車が。だからね滑り込みで止めれたんですけど、団体ツアーのバスとでっかいバスがいっぱい止まってて、でここは満車ですね。ここの横の縦に止めるところにスペースがあるかどうかっていう。まあここはもうほとんど外国人しかいない感じですね。団体客が多い。でこの辺からちょいちょい止めれんすけど、タイミングよく誰か出てかないかな。めちゃめちゃ混んでる。今年も来てしまいました。今あれか、ちょっと潮が引いてきてんのか。ここも晴れてるとさ全部白だから、白が反射しまくってサングラスないと何も見えないんだよね。ちなみにここは空港が近いので離着陸している飛行機を見ることもできます。やば、すげえ、こんな音すんだね。すごい爆音だなと思ったらね、飛行機のジャンルが違いましたね。先ほどの郡島とはまた違ったリゾート感あふれる雰囲気でございます。ここの広場は何なんだろうね。ここはなんか店とかは何もなく広場が広がってるだけ。セーター着てるけど1月とは思えない。ここはめっちゃ店があるんですよね。店ありすぎてね、どこ行くか悩むよね。こうなってんだよね。こうやってギザギザでこうやって進んでいくのが一番いいのかな。また時間があればね、ここに温泉があるんでね、サウナもあるからここ入ったりするのも結構おすすめです。ということで沖縄旅行の最後はね、海かじテラスでいくつか食べようと思います。あ、でもな、思ったより空いてる。車はめっちゃ止まってたけど、そう、おしゃれ。おお、とりあえずこれツナマヨ食べるか。ということでこちらのお店で手巻き寿司のアボマヨとツナマヨをいただきます。やってきました、手巻き寿司。いやー、うまそうですね。あと海かじテラスはこうやってね、ちょうどいい量の飲食店がいっぱいあるんでね、グルメはしご旅とかにもおすすめです。いやー、美味しかった。ごちそうさまです。このバーガーもちょっとうまそう。マグロカツバーガー。日が隠れちゃうとあれですね、やっぱ言うて冬なんで急に体感温度が変わります。マジで10度ぐらい変わった。瀬長島は飛行機から見るとハートの形をしており、古来からの恋の伝承も残ることから恋の島と呼ばれています。これ一番上のゾーンは、お店はないんだよな、展望台とかなんかビュースポット的な海かじテラス瀬長島。いやー、いい眺めだ。いい眺めだけど寒いね。いちごのホットサンドとホットコーヒーセット、チュライチゴ。すごい、こうハンモックだ。ここだけでちょっと映えるね。タコライスもなんだかんだ食べたことないわ。バジル、卵、レタス、キャベツ、チーズ、お米、ドレッシングも入ってるね。でトマト、ミート、ケチャップソース。結構なんかいろんな味が混ざってる。やっぱ本当に振り返るとやっぱどこ行っても寿司ばっか食ってるわ。恋のテラス、もはやもうさ、もう日本人をターゲットにしてない。日本語がない。説明書きに日本語がもはやないです。背景の奥はもうすぐ空港なんですけどね。なんか直線で道路で結んじゃってさ、シャトルバスとかあったらいいのにね。すごいピカチュウがいる。すごいいいね。こう生マグロカツバーガー、青いシーサー、ルイージ、ブラックボム、スーパーマリオ。色がすごい。これである程度回ってまだこっちに店が続いてんのか。サーターアンダギー、なんか新しいパフェ的なね。ここもあるよ。ソーセージチーズサンド。結構いろんな料理あるね。こんだけ店舗数あってさ、一番売り上げてる店どこなんだろうね。すごい足湯がある。いろいろ見て回って悩んだ末、こちらのお店で食べることにしました。いやー、素晴らしいロケーションだ。
結論から言うとここのジューシーめっちゃ美味しかったです。あとうまい私毎年食べるのがルーティンになってるね。今年こそは新しいお店を開拓しようなんて思ってもね、結局同じお店で食べちゃうんですよね。ごちそうさまです。からの食後のドリンクタイム。カフェモカゲッチュ。からの1個150円の激安アンダギーを購入。マジで海かじで一番安いんじゃん ?150 円。今年も来れてよかったです。海かじテラス。ありがとう。いやー食ったね。めっちゃ食った。明日からもうダイエットだ。いやでもさっきのサワータンダギーすごいね。1個単位で買えて、しかも150円っていうね。海かじテラスで一番安いじゃないですかって言っといた。って言われたけどそれが思った以上にって言われたね。その前のカフェモカは750円。そう考えるとなんかもう今となってはスタバの方が安いよね。昔はスタバなんか高くて買えないわみたいな。今となってはもう普通に、カフェの中でも安い方になってきたもんね。ここから、海かじから那覇空港めっちゃ近いんですよ。5キロなんで、ただこの5キロでどんぐらい混むのかなっていうね。なんかあんま渋滞なさそうだね。なんかすぐ着きそう。あれでしたね、海かじテラスから那覇空港までは、交通量はあるんですけど、渋滞ではないかな。全然15分20分くらいで、20分くらいですかね。20分、30分は絶対かかんなそうな感じですね。メインの通りそれてぐるっと回ってこっち来るとご覧の通りこんな感じで道は空いております。すごい、この道もすごいわ。南国感あふれる。最後の最後まで南国気分を味わわせてくれる、それが沖縄。そしてタイムズ見えてきました。レンタカー返却して那覇空港に向かいます。いやーいい旅だった。一瞬だったね。2泊3日。那覇空港帰ってきました。ちょっと時間があるので那覇空港を散策します。思ったより早く着いたけど那覇空港めっちゃ広いのでだいぶ時間潰せます。 Welcome home。 空港内にもたくさんの飲食店があります。最後に展望デッキから沖縄の空をぼーっと眺めて東京に帰りました。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録高評価お願いします。